K、そういえば、テストどうだった？テスト？テストね。いや、昨日国語のテストだったんだけど、めっちゃ微妙だったんだよね。あら。もうこれじゃあ、留年だよ。こんにちは、ケイちゃんです。ベイティです。取り合わせて、みんなの敬語って、おい。おい。今日は、文章の作り方シリーズ第2弾ということで、否定的な形容詞を使って、自分の感情を伝える文章を作っていきたいと思います。今回なんですけども、結構前回の肯定的な形容詞を使った文章の作り方の動画で使ったメソッドを使うので、そっちの動画を見てない人は先にそちらをご覧ください。見てくれ。今日紹介するのはこちら、バーンということで、今日紹介するのは、前回のんだけど、んだよねフォームとほぼ一緒です。一緒？ほぼ一緒。じゃあどうしてこれを見るべきなの？お前が言うかそれ。まあ一応、形容詞は否定的な形容詞を選んだので、今回の動画はそちらを中心にご覧ください。面白そう。はい。否定表現。つまんないとか、ひどいとか、微妙とか、やばい、最低最悪とか。教科書にないね、こういうのは。あ、本当ですか？だから便利。だから便利？そう、誰にも教えてくれないじゃないですか。確かに。これ使います？違うよ。例えば？ちょっとなんかあれ、ちょっと強い表現だから冗談になりそうなんですけどね。確かに冗談でね。冗談で言いやすいですね。って感じで、やっていきます。やりましょう。はい。つまんない。つまんないは、正しくはつまらないなんですけども、つまんないって形で言うことが多いですね。つまんない。で、意味としては、退屈とか、つまんないなぁ。かわいい。楽しくない。今なんか女の子みたいになっちゃいましたけど。いいな。いる女の子に対して。退屈ですね、退屈。退屈だね。やることなかったり。そういう時につまんないって言います。はい。で、ひどい。ひどいは、見てらんない。見てらんないよ、もう。ひどい。見てられないほど、悪いことが起きてることをひどいって言います。ひどい。見たくない。そう、見たくない。それを例えば、場所に使えば、ひどい街っていうと、汚い。渋谷のハロウィンの後の街の風景はとてもひどい。みたいなね。汚いし。そう、汚い。行きたくないし。そう。早く出たい。そう。って感じ。人に使うときは、かなり悪いことをしてる人とか、ベティはひどいやつだって言うと、だったっけ？なんかベティはもう結構お金を人から盗んだり。違うよ。それは嘘です。なんかすげえ悪口言うやつとかね、なんか友達の陰で。平気の話じゃないか。いやなんで。で、微妙。微妙は、良くも、そうだね、良くも悪くもないっていう意味で微妙って言葉があるんですけど、悪い時に大体使いますね。そう、日本人が良くないと言わない時は微妙というですね。なるほどね。日本人は良くないって言いづらいから微妙っていうのね。そうはセーフだし。なるほどね。良い、悪いの間が微妙なんですけど、日本人はあんま悪いって言わないから微妙と言うと悪い時にね。そうね、とても便利な表現です。確かにそうだね。例えばラーメンとか作って微妙って言うと、まずい。まずいって意味になりますね。やばいも言いますね。やばい。違う、ポジティブの表現ではなかったっけ？そう、ポジティブの表現もありますけど、やばい。顔ですね。顔でもうどっちか。やばい。それは嫌。やばい。例えばめっちゃ厳しい先生がいると。もうなんか、すぐ怒鳴る。ふざけんなーみたいなね。嫌だ、何してんだみたいな。日本の学校は厳しいんでね、スカートの長さとか、あと髪型とかもめっちゃ厳しいんで、例えば先生に呼ばれた時に帰ってきて友達に、いやちょっとやばかったみたいな。やばい、あいつやばいみたいな。先生でも。先生でも。はい。
次は最低なんですけど、最低は、最っていう字が、最高の最と一緒で、最もっていう、一番っていう意味で、低が低いっていう意味ですね。最高の場合は、好きっていうニュアンスがあったんですけど、逆で最低は嫌いっていうニュアンスがありますね。で次に、最悪なんですけども、最悪は、最低の際に、悪は悪いっていう字ですね。悪い。英語で言うとバッド。最悪なんだよね、みたいな。最悪だよ。それはまた状況、人、限らず、そうですね。状況、状況に言うことが多いですね。あ、そっか。コロナウイルスでいろいろ中止になって、マジ最近最悪だよね、みたいな。しょうがないけど、みたいな感じで使うことがありますと。人に対して使うと、あいつマジ最悪。あいつマジ最悪はちょっと結構ひどいやつですね。強い表現ですね。あんま使わない。でも状況に対して言うことが多いですね、日本の人は。文法別タイムです。文法ベティタイムね。そう。噂のね。はいはい。つまんない、つまんなかった。つまんない、つまんなかった。ひどい、ひどかった。ひどい、ひどかった。微妙、微妙だった。微妙、微妙だった。やばい、やばかった。やばい、やばかった。最低、最低だった。最低、最低だった。最悪、最悪だった。最悪、最悪だった。次に、文章の作り方を具体的に説明していきます。手フォームが、昨日飲み会行ってつまんなかったとか、昨日飲み会行って微妙だったですね。手フォームプラス形容詞ですね。動詞プラス手フォームプラス形容詞プラス過去形ですね。それをちょっと、自然な感じにすると、昨日飲み会行ったんだけど、つまんなかった。たんだけど。そう。動詞プラス、なんだけど、フォームプラス、形容詞プラス、過去形ですかね。簡単ですね。ちょっと難しいと思うけど。昨日ベティに会ったんだけど、微妙だった。微妙出るわ。ベティに会ったんだけど微妙だったとか言うと。何の感じ？いや、もし男の人が女の人に会って微妙だったっていうと、大体その、ちょっと、あんま可愛くなかったっていう。ひどい話だ感じになりますね。置いといて。そうですね、すいません、言い忘れましたけど、この形容詞を強調する表現として、マジでとか、めっちゃを使います。これはポジティブな形容詞と一緒ですね。マジでつまんなかった。めっちゃつまんなかった。で、ネガティブな場合は、クソっていう、あんまりちょっと汚い、強調表現もありますね。クソつまんなかった。クソやばかった。クソやばかった。ちょっと難しいな。クソは別にポジティブでも使うときあるんですけど、ファッキンって多分一緒で。日本の人は大体ネガティブの時に使うことが多い気がしますが、人によりますね、これは結構。そう、友達同士よく使いますか？使う。クソつまんなかった。逆に友達同士でしか使わない。知らない人と喋るときにそれ使うと、こいつすげえ軽いやつだなっていうか、こいつはすげえ失礼なやつだなと思われますね。どっかのヤンキーなんじゃないかとそうか思われますね。はい、じゃあぜひ友達同士しか使わないでください。そうですね。はい。で、最後にちょっと同感を表すなんだよねフォームも使う時もあります。動詞プラスなんだけどフォームプラス形容詞プラスなんだよねフォームですね。覚えてください。そうだね。昨日飲み会行ったんだけど、めっちゃつまんなかったんだよね。あらー。そう。あらー。OK、じゃあ、ステップバイステップバイベチフィーチャリング系。OK。ちょっと嫌なイベントがあって、それについて話したいとき、まずは形容詞を選んでください。例えば、微妙。と、過去の話だから、微妙だった。と、どうして何のイベント？飲み会行って微妙だった。
じゃあもっと自然にすれば、はい、飲み会行ったんだけど、はい、微妙だった。飲み会行ったんだけど微妙だった。ともっと同感を表すように、昨日飲み会行ったんだけど、微妙だったんだよね。昨日飲み会行ったんだけど微妙だったんだよね。そうね。はい。昨日の会議どうだった？昨日ね。昨日会議がある前に山田先輩と一緒にご飯行ったんだけど、いや最悪だったんだよね。最悪？なんかね、山田先輩なんかね、こう鼻息がすごいんだよね。なんか気づかなかった。気づかないでしょ。一緒にラーメン屋さんとか行って隣に座るとすげえうるさいし、なんか飯食ってんのに鼻息聞こえて、なんかもう鼻息ラーメンみたいな感じで鼻息がラーメンに入ってくんじゃないかみたいな。最悪だね。最悪だったんだよね、ほんとマジで。何の話？もう一つちょっと大事なティップというか大事な情報として今回飲み会に行ったとかを言ってたんですけど、飲み会に行ってじゃあその後カラオケに行った場合どうやって説明するか、どうやってつながれる、どうやって文章を作るかを説明していきたいと思います。と言ってもこれやるのは皆さんご存知の手フォームを使いますね。例えば今日朝起きて飯食って学校行ってその後バイト行ったんだけどめっちゃ最悪だったとか、めっちゃ疲れたとかでもいいけどね。ちょっとそこの別の形容詞疲れるはネガティブな印象ですね。って感じで、最後に言ったんだけどフォームをつける感じですね。はい。それだけかな。そう、とても便利だと思う。You can say negative things. So, if for example, oh man, I did that yesterday, but it was so bad. I won't do this again in my life. You will use the form and this bad adjective, or たんだけど and this negative adjectives, plus たんだよね。昨日、俺歯医者行ったんだけど、めっちゃ最悪だったんだよね。Yeah, like this. And with the last option, if you did a lot of things in the day and you want to say everything, you can use te form, plus te form, plus the thought. Or if you want to sound more natural, you can say te form, plus なんだけど form, plus 感想 thoughts, opinion, feelings. 昨日飲み会行って、その後カラオケ行って、その後また飲み会行って、でオールしたんだけど、めっちゃやばかったんだよね。はい、ということで、これで今回の動画は終わりです。否定表現使いすぎて嫌われないようにしてください。気をつけてね、みんな。バイバーイ。バイバイ、さよなら。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。